皆さんこんにちは。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。オンライン日本語コーチのしおんです。このポッドキャストでは教科書ではなかなか出てこないネイティブが日常で使っている自然な日本語でお届けしていきたいと思います。もしちょっと早いって思った方は再生スピードを自由に調節できるので、自分の聞き取れるスピードで聞いてみてください。今回のエピソード2のテーマは、どうして日本語の先生になったの？将来の夢は？についてです。ではエピソード2スタート。まずは日本語の先生になった理由からお話ししていきます。実は私は2024年の1月から2025年の6月まで仕事の関係でフィリピンに住んでいました。その時に結構びっくりしたのが、フィリピンの方には日本の文化がとても好きな方が多いことに気づいて、アニメや食べ物とかファッション、日本語そのものに興味を持っている方がたくさんいて、で、ある時フィリピン人のお友達から日本語教えてって言われたのが、私にとって初めて日本語を教えた瞬間でした。それまでは日本語を教えたこともなかったし、教えることに対して別に自信があったわけじゃ全然なかったから、どうやって教えようかなって思ってたんですけど、実際にやってみるとめっちゃ楽しくて、お友達もどんどん日本語が上手になるのを見て、そこから日本語教師に興味を持ちました。日本語を教える楽しさとかやりがいにその友達のおかげで気づいて、オンライン日本語教師としてまずはスタートしました。最初の生徒さんはひらがなからスタートだったんですけど、8ヶ月ほどで日本語だけでレッスンができるようになったりとか、簡単な会話は日本語だけでお話ができるようになってきました。その時に人の成長に関われる教育のお仕事がしたいなと思って、フィリピンで働いていた会社を辞めて2025年の6月に日本語教師として独立しました。教育とか大人になってから学ぶスキルとかって、その人の今後の人生を変える可能性がすごくあるなと思っていて、私はその成長の瞬間に関われることがすごく嬉しいなと思ってます。でもレッスンで日本語をただ教えるだけじゃなくって、もっと深くサポートしたい、もっとみんながつながれる場を作りたいなと思って、ことむすびという日本語コミュニティと日本語のコーチングサービスを立ち上げました。ことむすびは言葉を通して人と人がつながるという意味が込められています。このお話もまた別のエピソードで深くお話できたらと思います。やっぱり日本語を勉強するのはもちろんなんだけど、同じ目標を持って大人になってからも言語を学んだり勉強している仲間とつながれる、そんなコミュニティを今作っています。で、あとは私はきっと何かに向かって頑張っている人がすごく好きなんだと思います。そしてその人の横で一緒に喜んだりとか、一緒に悩んだりとか、時には背中を押したりするのが私の日本語コーチとしてのやりがいになっています。生徒さんの中には日本のワーキングホリデーの制度を使って日本に移住してきてくれた生徒さんもいます。あとはやっぱり言語って終わりがない旅だなと思っていて、ゴールがない分目標を持って毎日続けていくこと、継続することが重要だと思っています。だけど継続するって一人だとなかなか難しいんですよね。なのでことむすびでは日本語のコミュニティを作っています。あとは私が日本語のコーチとして伴走して、みんなのモチベーションだったりとか学習の管理、あとは何ができてて何ができていないのかをしっかり見極めてサポートしています。なのでまとめると、私が最初に日本語教師としてやってみたいと思ったきっかけをくれたのはフィリピンにいた時のお友達でした。日本語が上手になっている彼女を見て、日本語を教える仕事もしかしたら面白いかもと思って飛び込んだのがきっかけです。今では会社員を辞めて独立して日本語コーチとしてみんなの日本語のサポートをしています。次に将来の夢についてなんですけど、いつか日本に来て直接学ぶことができるリアルな学校を作りたいなと思っています。もっと言うと、日本で暮らしたいとか日本で働きたいと本気で思っている人に向けて、移住サポートとかお仕事のサポートもできるような仕組みをこれから作っていきたいなと思っています。なんでそれをしたいかというと、私自身がフィリピンに移住して外国人としてそこで生活をしてお仕事をしていたからなんですね。その時にフィリピン人の方に優しくしてもらって、人と人って国を越えてつながれるんだなって心から思って、だから今度は日本に来たいとか日本で働いてみたい、日本にいつか行ってみたいと思う方の味方になりたいなと思っています。なので将来の夢は日本語を学べる場所を作ること、学校を作ることです。ただそれは学校になるのかちょっと場所になるのかまだ決まってはいないんですけど、それを形にしていけるように日々頑張っていきたいなと思っています。はい。
ということで今日はどうして日本語の先生になったの？将来の夢はについてお話ししてみました。ぜひ皆さんもどうして日本語を学んでるのかとか、将来の夢がある方はぜひコメント欄に書いてくれると嬉しいです。今日のポッドキャストを聞いて感想や質問があったらいつでもコメントに書いてください。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またねー。